テレビ朝日がスーパー戦隊シリーズを終了するというニュースを目にしました。寂しく思う反面、ふと思い出せるのが、戦隊ものが寿命上するのか否かという話題です。ひろゆきさんどう思いますか？仮面ライダーはイケメン路線でお母さんたちが見たいからそれを見させるっていう形でなんとか生き残ったんですけど、やっぱね、戦隊ものはね、人数多すぎるんですよ。仮面ライダー的なやつって一人でいけるので、人間同士の会話はできるんですけど、戦隊ものね、やっぱね、5人だしね、コストがかかるんですよね。だからそういう意味でいくとね、すごく残念なんですけど、でもパワーレンジャーとかあるし、まあ続けてもらいたいなと思うんですけど、これは多分ね、大人というか、おっさんおばさんのエゴで、体としては子供の需要がないんだったら仕方ないよねっていう。役者が演技するだけじゃ済まなくて、アクション俳優の人にアクションやってもらわなきゃいけないし、ロボットのシーンとかになると、合体してロボットがとかになると、やっぱりそこで CG が入ったりとか、すげえいろんなお金かかるんですよ。大きいロボ出さなきゃいけないとかって。でも、普通のドラマだったら、有名な役者さんが演技して喋ってっていうだけで終わりなんですけど、大体その戦隊ものって戦うの外なんですよ。そうすると、屋外でそれなりの面積があるところを抑えなきゃいけなくて、で、雨が降ったらその日撮影できないんですよ。撮影日程を抑えて、役者さんのスケジュールを抑えて、雨が降ったら、はい次みたいなので、っていうのね、すげえコストもね、期間もかかるんですよ。で、毎回同じところで戦ってたら、それおかしいってなるじゃん。なんで毎回板橋の商店街で戦ってんのみたいな。で、なるから、やっぱりね、それなりに景色変えなきゃいけないんですよ。だからなんかさらわれるとか事件があったりと違うとこしなきゃいけないから、そういうとこロケしなきゃいけないんですけど、でもね、ロボットが出てくるところは必ず採石場。爆発してもいいとこ少ないからね。いやー、だからね、僕は好きなんですけど、幕張人少ないからね、朝方とかにね、封鎖して撮りやすいんですよ。東京とかまず難しい。そういう意味で、いろんな人間の努力の結果、作られていたそういう戦隊ものっていう文化が、コストで考えたらね、コスト合わないんですよ。で、なぜ今まで戦隊ものっていうのがずっと作られたかっていうと、バンダイさんなんですよ。バンダイさんが仮面ライダーのベルトとかで電車のカードを入れたらそれで変身するぞとか、グッズの CM をつけることで高い制作費をバンダイさんが払って、そこで子供たちがこのベルト欲しいとかってなることで成立したんですよ。おもちゃ欲しいっていうのが、その場で家で欲しいって言ってもそうだねなんだけど、子供たちがおもちゃ屋に行った時に仮面ライダーだったり戦隊もののおもちゃを見つけて、これ欲しいってジタバタと暴れてくれて、泣き叫んでくれて仕方ねえなって言ってお父さんとかお母さんが買ってくれるから成立したんですよ。ところが今やおもちゃ屋というところに行かないんですよ。普通の人たちは。だって、なくねえおもちゃ屋。昔は街のおもちゃ屋みたいなのがあって、おもちゃ屋行きたいとかなるんですけど、今時の子供ってスマホでゲームやってるんですよ。おもちゃ屋行きたいとかならないんですよ。街に出かけて、昔デパートですとかに行ったら飯食って、で、その後おもちゃ屋に寄ってとかあるんだけど、おもちゃ屋ないからね。で、行ったとしてもゲーム機なのよ。スイッチのゲームですとかプレステのゲームですみたいな感じで仮面ライダーのベルトみたいなの売ってないんだよね、おもちゃ屋に。ビッグカメラとかヨドバシカメラを探せば置いてるかもしれないけど、ふわっと見えるところなかったりするので、結果としてそれを欲しがって買うっていう子供がいないんですよね。スーパーのお菓子コーナーぐらいはまだちょっとあると思うんですけど、スーパーのお菓子コーナーのやつはカバヤがガムと一緒につけてるおもちゃとか、昔はドラゴンボールがなんで東洋水産っていうところがスポンサーをずっとしたかっていうと、悟空の顔が貼ってあるシーチキンとかを売ってたんですよ。悟空のシーチキンをスーパーにおろすっていうので儲かるから、東洋水産がひたすらドラゴンボールのそのスポンサーになってたんですよ。っていう感じで、アニメとか戦隊ものとかっていうのがゴールデンで成立させるためには、やっぱり何らかしらのね、スポンサーがいないとね、成立しないんですよ。カバヤのビッグワンガムね、魚肉ソーセージとかね、すぐやるんですよ。ポケモンが成立したのは、ポケモンというアニメを見ることで、ポケモンというゲームを買ってくれるから、それはね、任天堂的にはもうありがたいっていうので、アメリカだったらもうタダで放送してたりするんですよ。結局そのね、大人の世界のスポンサーがつくかどうか。そこのね、スポンサーがつくかで重要で、ガンダムの初回放送はスポンサーがつかなかったから、途中で打ち切りになったんですよ。で、その後にバンダイがプロモデルとかガンガン出したらめちゃくちゃ売れるから、ガンダム美味しいじゃんって言って、バンダイは未だにガンダムで食ってますけど、スポンサーってすごい大事なんですよ。ドラゴンボール全然関係ないけど、ドラゴンボールふりかけとかあったよね。そういう意味でいくとね、シルバニアファミリーとかも、シルバニアファミリーのぬいぐるみとか、シルバーファミリーの家とかってあるじゃないですか。パームタウン物語になった途端に廃れたんですよ。あれはなんで廃れたかっていうと、商品がないんですよ。多分、
シルバニアを作ってるところが、雪の中の木工の家っていうところでバリエーションを増やしたいと思って、パームタウンっていう海の近くでヤシの木があってみたいな家を売ろうとしたんだけど、これが全く売れなかったと。なので、もうパームタウンはとっとと終了ですよ。シルバニア続けてればよかったのにみたいな。シルバニアもね、未だに売ってるんですよ。シルバニア、あれ、外国ではね、シルバニアはね、揃えるとね、結構お金かかるんですよ。ひょっとしたらですけど、これ僕想像が入るんで違うかもしれないですけど、多分シルバニアファニミリはアメリカのどっかの会社のライセンス生産を多分宝がやってるとかだったと思うんですけど、これシルバニアファニーのアニメやってるけど、オリジナルでパームタウンっていうのやったらライセンス料を払わないでいけるんじゃねっていうのでやろうとして失敗したんじゃないかなっていう。ちなみにね、これの成功例っていうのがあって、もともとバービーっていう人形がアメリカのなんだっけ、名前3文字の会社のやつを日本で売ってて、で、これ、俺らで作ってもいけるんじゃねって言って、リカちゃんっていうのを宝が作ったんですよ。売ったら全然売れたじゃん。もう俺らバービーなんかやんなくてもいいよね。みたいな感じで、海外のものを持ってくる上のプロモーションとしてやってるんだけど、これ独自でやった方がいいよねっていう形で成功するっていうね。これでややこしいんですよ。トランスフォーマーややこしいんですよ。トランスフォーマーは、まず最初に日本で始まったんですよ。ご存知ない方多いんですけど、アメリカのハスブロがやっていて、アメリカのだと思いがちなんですけど、実はトランスフォーマーは日本で始まって、あれタカラトミーかな、トミーかタカラかどっちか忘れたけど、始まったんだけど、これが全く売れなくて諦めたんですよ。この権利をアメリカに売っちゃったんですよ。ハスブロに売っちゃって、で、ハスブロの方でアメリカの中ではトランスフォーマー結構人気あったんですよ。で、そこで、その権利がアメリカでバンバンハスブロが頑張った結果、めちゃめちゃ売れるようになったんですよ。なので、アメリカではコンボイと言わずに、オプティマスプライムって言うんですよ。いやいや、あれコンボイだろって俺思うんだけど、っていう感じで、実はね、本当はあれ日本のものだったトランスフォーマーはうまくいかなかったので、アメリカに売られ、その結果、アメリカのものとして世界中で映画化されていて、っていうね、不思議な状況なんですよ。珍しいパターン。そう。あれさ、日本版だけさ、オプティマスプライムって言わないで、コンボイって言った方がよくねって思うんだけど。アメリカの映画でキャラクターの名前が国によって違うって結構あるんですよ。なので、日本はオプティマスプライムじゃなくてコンボイでいいと思うんだけどね。ファミコンでコンボイの謎っていうのがあったんですけど、ザ・ロックが声優をやっているディズニーの映画で、太平洋の島の女の子が主人公の映画があると思うんですけど、アニメ映画が。で、あれが、国によって名前違うんすよね。なんだっけ。スティッチじゃなくて、モアナ正解。はい。モアナがね、フランスでバイアナで、バイアナがイタリアかなんかだと、卑猥な言葉の意味らしくて、それが名前が変わるみたいなのがあるんですよ。っていう感じで、確かね、国によってね、モアナはね、3つぐらいタイトルあるんですよ。これ、カツオもそうで、インドネシア語でね、カツオっていうのがね、男性のあれのことらしいんですよ。っていう感じで、結構だから、サザエさんはね、ちょっと海外持っていけないんですけど、そのね、ポケットモンスターもいかがなものか問題もあるんですけど、はい。っていう感じで、割とね、名前というのは文化によって変わりますよって全然違う話をしてるね。はい。人気俳優への登竜門って言われる仮面ライダーですが、誰が優秀でそんな風に言われてるようになったんですか？通年したら見なくなる人も割といますが、仮面ライダーをずっと見続ける人ってあんまりいなくて、子供が必ず見るんですよ。で、今3歳から5歳の人は見ますと。もうちょっと見るかな？小学校入るまで6歳くらいまで見るかな？なので、3歳から6歳まで見ますと。6歳の子は見なくなるんですけど、新しく3歳になった子は見るので、毎年新しく子供がずっと見続けるんですよ。仮面ライダーって子供が見るから親も見るんで、結果としてその親の世代も必ず見ちゃうんですよ。見たくなかったとしても子供が見たいっていうから見ざるを得ないと。仮面ライダーをずっと見続けてる人がいるんじゃなくて、毎年毎年新しく仮面ライダーを見る子供と、それを見せつけられる親っていうのがいるんですよね。その見せつけられる親っていうのが、小田切城かっこいいよねとか、若手イケメン俳優がいる方が、親がその仮面ライダーを見る方向に行くのと、仮面ライダーグッズを買うのは親なんですよ。なので、仮面ライダーに思い入れがある親があった方が、子供に対してもグッズを買いやすいっていうのがあるので、なので割とイケメンの役者を入れた方が結果として売り上げが上がるよねっていうのがあって、割と仮面ライダーイケメンを採用率が高くなったっていうのが現実としてあるんじゃないかなと思います。はい。数年して見なくなるのは当たり前です。新しい人が毎年入るっていう方が大事なので。まだ見てます。見てる人もいますけどね。はい。ご視聴ありがとうございます。今回の動画はこちらからの切り抜きになります。ひろゆき LINE スタンプ好評発売中です。
概要欄に購入リンクがあるので、そちらから購入できます。よろしくお願いします。